日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人のはるです。今まで何度もコメント欄で和とがの違いについて教えてくださいという質問を受けました。和とがは本当の上級者でも時々間違えてしまうほど学習者泣かせの助詞です。でも日本人であれば言い間違えることはまずありません。ですから私たち日本人は文を作るときに和を使えばいいかがを使えばいいかと迷うことはありません。でもその違いを説明してくださいと言われるとすごく難しいんです。これは子供の時から感覚的に使い方を身につけているので、その理論についてきちんと説明できる日本人はとても少ないと思います。でも今日の動画を見れば和を使う時とがを使う時の法則性がわかるようになって、より自然でわかりやすい日本語を話せるようになりますよ。実は和とがの違いについて調べるとたくさんの専門用語が出てきます。現象文、早期、取り立て助詞、素定文とかですね。これらの専門用語は一般の日本人にもすごく分かりにくい言葉ですので、今日はなるべくこういう難しい言葉は使わずに和とがの使い分けを10の角度から考えていきたいと思います。まず最初の角度は新情報か旧情報かっていうことです。皆さん、日本の昔話の多くはどんな風に始まるか知っていますか？昔々あるところにおじいさんとおばあさん何々いました。ある日おじいさん何々山へ仕事に行き、おばあさん何々川へ洗濯に行きました。こんな風に始まる昔話が本当に多いんです。まず最初のおじいさんとおばあさんは初めて出てくる情報ですね。ですからこの時はがを続けます。新情報はがです。でも次のこの部分は2回目に出てきています。新しい情報ではなくて古い情報ですので和を使います。新しい情報はが、古い情報は和と覚えてください。じゃあこれとちょっと似ていますけど、次に考えたいのはポイントは何かっていうことです。ポイントっていうのは一番言いたいことや要点のことです。日本語ではがの前がポイント、そしてわの後がポイントになることが多いんです。例えばこういう状況を見つけた場合、あなたは何と言いますか？あ、屋上に犬何々いる。ここで一番言いたいことは、あ、犬だ、犬がいる。なんで犬がいるの？ですね。ですから犬の後ろにがを使います。がの前に一番言いたいことが来ます。でもこういう状況はどうですか？例えばあなたの友達がこう言いました。私、犬を飼っているんです。でもあなたはこう言います。いや、でも犬は見当たりませんね。犬はどこにいるんですか？この文のポイントは犬ではなくてどこっていう部分です。ですからこういう場合は犬は屋上にいますになりますね。わの後ろの部分がポイントです。一番言いたいことです。じゃあここで何人かの視聴者さんのコメントをご紹介します。これらはすごく嬉しいコメントなんですけど、ある部分がちょっと不自然なんです。例えば先生のビデオがめっちゃすごいですよとか、はる先生がすごいですとか、
春先生の教え方がすごいと書いてくださっています。すごく嬉しいことなんですけど、これらの文のポイントは何ですか？それはすごい、素晴らしいっていう部分ですよね。すごいことがポイントの場合は、何々はすごい、何々は素晴らしいのように、わーの後ろにポイントを持ってくるべきなんですね。はい、それから3つ目に考えたいのは、疑問詞がある時ですね。例えばこんな文はどうですか？誰何々この本を書いたんですか？田中という科学者何々書きました。これは誰がこの本を書いたんですか？田中という科学者が書きましたですね。疑問詞の後ろはがですし、その質問に答える文も大抵答えの部分の後ろにがついています。誰はのようにはを使うことはできません。ですから主語の部分がわからないとき、疑問詞の後ろにがつきます。疑問詞の後ろにはがつくことはありませんので注意してください。じゃあ次、4つ目に注意したいことは、自然現象など見たままの状況を伝えるときにはがを使うっていう点です。例えば、雪が溶けた、雨が降っている、木が倒れている、鳥が鳴いているなどがそうですね。自然界のいろいろなことだけじゃなくて、自分の体のある部分がどんな状態かを言うときとか、あと五感で何かを感じたときにもがを使います。五感っていうのは何かわかりますか？視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚ですね。例えば、頭が痛いとか、足がかゆいとか、富士山が見えるとか、風が冷たいのように主語の後ろにがをつけて、さらに形容詞とか動詞を続けます。じゃあこれはどうですか？財布何々落ちている。これもがですね。財布が落ちているです。あれ？財布が落ちているのは自然現象じゃないじゃんと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。確かにこれは自然現象とは言えません。でも日本人は自分が見つけたものをそのまま言い表すときに、主語が自動詞または主語が形容詞で表します。もしかするとこれは視覚と関係があるからかもしれませんね。というのは人間の視覚も自然現象の一つですよね。じゃあこれはどうですか？ドア何々開いた、お皿何々割れた。これもドアが開いた、お皿が割れたですね。これらはもしかすると自然にそうなったのではなくて、人間が開けたり割ったりしたことかもしれませんが、日本人はパッと見た時にある状態を見つけて、その状態を言い表す時、このようにがを使います。でこんな風に発見したことをそのまま言い表すのではなくて、次のポイントは自分の意見とか感想とか判断を伝える時にはわを使うっていうことですね。これはさっき2番目に話した一番伝えたいポイントは何かっていうことにも関係しますね。さっき春先生がすごいとか、春先生の教え方がすごいっていうのはすごく不自然だって言ったのもこのことと関係があるんです。つまりすごいっていうのは自分の意見とか感想です。ですから何々はすごいを使うのが正しいんです。ところで
意見とか判断以外に次のポイントですけど、あるものの特徴とか性質とか属性を言い表すときにははを使うという点も覚えておいてください。例えば、田中さんは科学者ですとか、沖縄の海は綺麗ですなどがそうですね。また自己紹介をするときにも基本的には自分の特徴とか属性を伝えますよね。ですから私は田中と申しますとか、私は科学者ですなどと言います。これは私という人物の話をするとみんな分かっているので、私っていうのは新情報ではなくて旧情報だっていうことも関係ありますね。はい、じゃあ次に考えたい点は7番目です。 A と B を対比する文にははを使うっていうことです。確かにさっき自然現象にはがを使うと言いましたね。ですから雨が降っているっていう言い方はとても一般的な言い方なんですけど、でももしある人があれもしかして雪が降ってるんじゃないとあなたに言ってきたとします。あなたは窓の外をよく見ますが雪は見えません。でも雨が降っているのは見えます。こんな時何と言いますか？雪は降ってないけど雨は降ってるよ。こんな風に雪と雨を対比させる時には雪は降っていないとか雨は降っているのようにはをつけることができます。 A は何々ですが B は何々ですっていう言い方ですね。じゃあもしある人がこんな風に言ってきたらどうしますか？すごいですね。英語とフランス語がペラペラなんですね。こんな時こう言えます。英語何々できますがフランス語何々できません。これも英語はできますがフランス語はできませんですね。この使い方の場合 A と B の両方ではなくて A か B のどちらかを言うだけの時もあります。例えば、いいえ、英語はできますけどとか、いいえ、フランス語はできませんけどのような言い方ができますね。この片方だけ言う言い方を8番目、取り立てっていうこともあります。取り立てるっていうのは物事のある部分だけを取り出して強調するっていう意味です。日本語初級の教科書では誰々さんは何々ができるとか誰々さんは何々が上手だっていう文を習いますよね。でもさっきの英語はできますけどという文はどんな意味になりますか？そうです。英語について言えば確かにできるけどそれ以外はできないっていう意味になりますね。つまり文脈によっては相手が言ったことに対していいえ、実はそうじゃないんですと少し否定のニュアンスを持たせることができるんです。この場合のはだけとかしかとちょっと似ています。つまり英語だけはできますとか英語しかできませんという意味に少し近くなりますね。じゃあ次に考える点はあるもののある部分についての特徴を話すとき和とがを両方使うっていう点です。一番有名な文はこれですね。この例文について一冊の本があるぐらい日本語独特の文の構造です。結構これを象の鼻は長いと言ってしまう人が多いんですけど、日本人はそれよりも象は鼻が長いの方が自然だと感じます。これは主題は
主題の一部が形容詞または動詞という言い方ですね。one の前には話題が来ますけど、その話題をさらに絞るときにがを使うんです。絞るっていうのはもっと狭いところに焦点を当てるっていう意味です。ですからこの文は象について話すと、その鼻はとても長いっていう意味になります。この文はどうですか？佐藤さんは髪が長いとか、木村さんは足が速い。これらも最初は次にがを使いますね。じゃあ最後に考えるのは、主要な部分とそうではない部分を区別するために和とがの両方を使うことがあるっていう点です。じゃあこの文どう思いますか？私何々家に帰った時、弟何々もう寝ていた。これは私が家に帰った時、弟はもう寝ていたですね。この文を見ると主語が2つあるように見えるんですけど、主要な主語はどちらですか？それは弟ですね。弟が寝ていたっていうのが主要な部分で、私が家に帰った時っていうのはただ状況を説明しているおまけのような部分ですね。このように何々時、何々たら、何々と、何々なら、何々てもなどの言葉の前にある副詞的な主語にはがをつけて、そして後ろの主要な主語にはわをつけることができます。例えばこんな感じ。彼何々いくら頼み続けても私何々最後まで断った。これも彼がいくら頼み続けても私は最後まで断ったになりますね。でもう一つ、主要な部分とそうではない部分を区別する和とがは名詞の前に長い説明がある場合にも使うんです。例えばこんな文はどうですか？私何々昨日作った料理何々あまり美味しくなかったです。これは私が昨日作った料理ですね。この料理っていう言葉を詳しく説明するために私が昨日作ったっていう言葉が前についていますけど、この部分は主要な部分ではありません。この文をもっと単純にすると、料理は美味しくなかったですよね。それでこの文の一番大きな主題は料理ですから、それを表すために料理の後ろに和をつけて、私の後ろにはがをつけるんです。じゃあ最後に今日のポイントが理解できたかどうかチェックしてみましょう。次の2つの文はどう違いますか？私は田中です。私が田中です。じゃあ自己紹介をするときはどちらを使いますか？そう、私は田中ですですね。わの後ろが一番言いたいことです。田中ですっていうことが言いたいので、私は田中ですになります。ではもしある人が田中さんを探していて、田中さんはいらっしゃいますかと叫んでいるなら、田中さんはどう答えますか？はい、私が田中です。このがの前が一番言いたいこと、私です。私が田中です。だからがを使います。他にも教科書には載っていない、でも大切なことについていろいろ発信しています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録しておいてください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。